Hey, what's up everyone? It's Wyatt from Q2 Japan, coming at you with a video on Buto, or more specifically, a video on my friend who is a Buto dancer here in Okayama. If you've never heard of Buto before, you're not alone. Most of the time when I have conversations with Japanese friends about this topic, they think I'm talking about grapes or maybe martial arts, and I have to explain to them that no, this is actually a Japanese thing. To oversimplify it, Buto is a type of avant-garde Japanese dance style that was created in the 1950s. Its founders, Hijikata Tatsumi and Kazuo Ono, were basically sick and tired of the traditional dances that were really super popular around the world, like ballet or no in Japan. It was kind of like a rejection or like a reaction towards the establishment, and they created Buto, which is kind of hard to describe, but you kind of have to see it for yourself to really know. Typically speaking, it has this characteristic macabre image and movement. Anyway, I hope that you guys enjoy the video, and without further ado, let's dive right in. キレのいい音楽に合わせてかっこよく踊れるってすごいいいなと思うんだけど、なんかそういうことではなくて禅の世界とかヨガの世界に近いと思います。死ぬ間際までずっとするであろうぐらい、自分にとってはこのボディは生きている証拠じゃないですか。で、中身、精神、意識はいつからあるのとかね、それは肉体がなくなったらどうなるのとか、そういう肉体とまた別の側面がありますよね。このなんか身体と意識の切っても切り離せないものをくっついてるように見えたり、全然違うように見えたりする。文化が違う人が見てもなんか感動したりとか、なんだこれはって惹かれていく。ちょっと独特ですよね、舞踏はね。舞踏だけなんか違う気がしてたから、なんとなくこれ自分が好きな世界かもってなんとなく思ってて、私とはみたいな、私が生きるっていうことの、それが人生の旅だとしたら、舞踏はそれと全く重なってます。ゆうこです。ダンサーをする時の名前はユニと言います。始めたのがだから2018年の終わりぐらいで、ちょうど1年後の発表会みたいなやつで自分は初舞台2019年にしたの。初めての時はもう必死でしたし、緊張が強すぎて、でも何かやるしかないから、ちょっともう恥ずかしくなるぐらい、思い出したらもうなんか緊張でしかなくて。で、舞踏ってでも即興、何も決めずにやるわけだから、そういう初心者とか緊張してる時にはとても怖いことであり、だって何もないのにいきなりやれっていう感じだから、すっごく集中していて、自分の意識状態、意識とか体の感覚が普通よりも多分めちゃくちゃ濃度が濃く密度が高い状態は何も考えられない。集中しすぎてもうわからないからぐらいなんだけど、でも大体のパフォーマンスのほとんどはその状態ではないのでたまにしかその状態には入れなくて、そうするといろんな段取りを頭の中でめちゃめちゃ考えてます。今何分ぐらいかなとか、こっちからこういう風に見えるかなとか、ちょっと動きが小さすぎたからわざと大きくしようってやったりとか、表情をつけようとか、30分ぐらいしかないから、その間お客さん楽しんでもらえるためにいろいろ考えてます。だからどうしても自分の舞踏をもっと頑張りたいんだけど、その両方いっぺんにできなくてどっちかになっちゃうっていう感じがある。日本の大野和夫、土方辰巳っていうすごい2人がいて、その人たちが始めたと言ってもいいと思います。その人たちがやったから舞踏っていうのはローマ字で書いて、舞踏っていう言葉がそのまま海外でも通用するので、白塗りっていうのがまずね、文化によって違えどやっぱりある種の死人を表すことが多いと思うので、それかすごく病的な病気の人をちょっと顔色を白くしたり、そういうことの象徴かなと思うので、やっぱ普段の自分を消すっていうことですよね。個性がなくなるっていうか、そのために塗るっていう感じだと思います、私は。ナウエはアート集団で
去年の5月ぐらいにちょうどコロナで緊急事態宣言5月に岡山出てて、でその時にいろんなイベントが中止になって、舞踏好きで見てくれたりもするような、友人がいて、その人は DJ なんだけど DJ が出るようなイベントもいっぱい中止になったから、ちょっと時間ができた。で私がいきなりちょっとパフォーマンスを路上とかでやらないかって誘って、私が舞踏をするからその人は音楽選曲をやってもらって、それは宇野港でやったんだけど、本当ならいろんな観光客とかいるはずの場所で、その時しかできないことがしたくて、であえてお店とかでできないならじゃあ外でやろうみたいな、許可も取らない、なんかちょっと反逆じゃないけどそういうのもあって、で友達が何人かいっぱい来てくれて撮影したり、髪型なんかこうやってするの衣装手伝ってくれたりした時に、なんかちょっとアートチームっぽいねってなんかこういうのやってみたかったんだよねみたいに盛り上がって、このままなんかやろうかみたいになって、何も考えずに衣装だけ決めてカオスな感じでやったこともあるし、もうちょっと設定を奥市の時とかそうなんだけど、大根おろしをおろすっていうのは人は決まってたりとか、黒い服、葬式の服なのね、礼服を着て、でもなんかそれを脱ぎたがってるとかね、なんかその裏の意味みたいなのを作っていくことが多いですね。女性がちょっと働かされているとか、割烹着っていうのはそういうイメージなんですよ。あれは日本の女性がお葬式とか法事とかで、男性たちはお酒飲んで宴会してるんだけど、女性たちは奥でずっと仕事してるのね。でそういうのが嫌だからそういうなんか男女差別に対するカウンターですね。やっぱりそれ抗議する気持ちがあるから、差別をなくしたいっていうのがすごくあって、それと私のアート表現っていうのはリンクさせているというか、集中できてないとか、時間内にそれをうまく出せなかったとかいう後悔、反省とかはもういつもあって、それの精度を上げるためにはやっぱトレーニングしないといけない。厳しい舞踏の世界に私は入ったことはない。東京とかの大きいカンパニーとか、例えばそういうとこだったら大野和夫舞踏研究所みたいなね、歴史あるところの、思想の方がやってるとこなんかだと、多分もっとすごいたくさんの人が本気でやりたくて、本気で舞踏の世界に入ってやってたら、多分稽古ももっと厳しいし、舞踏とは何かみたいなことを追求もっとしないといけないけど、私はたまたまなんかこんなちょっと緩い岡山に住んでるっていうのが災いしたのと、自分の性格であんま厳しいの嫌だし、ちょっと自分なりに探すしかないかなと思って。でもちゃんと舞踏の稽古は必要だと思ってて、まだ自分で全部できるほど何もできないと思うから、人にまたちょっと教えてもらったりをしようと思ってます今最近。もちろん嬉しいです。もし興味を持ってくださる方がいたらメッセージください。Alright, so that's the video on Buto. I hope you guys enjoyed it. One thing I'd like to really clarify is my friend Yuko did learn Buto dancing from her friend here in Okayama. His name is Kurose Kimihiro. So if you guys are interested in him, his story, let me know. I'll try to get in touch with him. But yeah, I think it's cool that in Okayama there are so many Buto performers. And I'm sure that all around the world there are really interesting performers, so check out your local area and see if you can catch a gig. Alright, so that's it everybody. I hope you guys enjoyed the video, and please leave any comments down below if you have any questions about Buto, or even videos that you want me to cover this coming year. I really want this channel to succeed this year, so please subscribe, like, and comment, and thanks guys for watching. Peace out.